俳句チャンネル、俳句の鑑賞をしています。今日の一句は、チューリップ、喜びだけを持っている、細見綾子。季語、チューリップ、春です。トルコ原産のチューリップは、その花の形から、トルコ語のターバンという意味の言葉から名付けられたそうです。16世紀にヨーロッパへもたらされ、オランダから日本へ入ってきました。ですから、チューリップというと、オランダを思う人が多いかもしれません。沢木金一編、細見綾子俳句鑑賞には、綾子自身がこのように書いています。昭和9年、大阪近郊石橋、池田市に家具を持ったが、そこは植木や花などを養成する土地として有名なところで、ちょっと外へ出ると、チューリップ畑、アネモネ畑、ユリ畑などが続いていて驚いたといいます。以下原文です。これはそこでできた句である。喜びだけを持つことは本当はありえないことのように思われるのに、このチューリップ畑のチューリップは喜びだけを見せている。喜びそのものを見たと思ったのである。見渡す限りのチューリップはそれは壮観だったことでしょう。そしてそのチューリップには喜びだけがあったと言います。夫との死別、母との死別、自らの病という苦難にあって、綾子は喜びだけを持つことは本当はありえないこと、そう言いつつ、このチューリップ畑のチューリップは喜びだけを見せていると、そう思ったと書いています。喜びだけを見せている、それは綾子の心の投影だったと理解します。療養中に俳句と出会い、先生と出会い、先生についてもっと勉強したいという意欲を抱きました。病をもひっくるめて自分の置かれた境遇を積極的に選び取っていく。俳句への意欲や人生への積極性をチューリップに投影していると言えるのではないでしょうか。チューリップは一つの茎に一つの花をつけます。しっかりとした花の形は何かを包む手の形に似て、持っているという表現がふさわしいでしょう。春の日差しを包み、花びらを輝かせているチューリップは、喜びだけを花の中に包み、輝いています。綾子も喜びだけを手中に残して輝いていきたいと願ったのではなかったでしょうか。喜びそのものを見たと綾子は言いました。私たちは今、細見綾子の俳句に触れ、喜びだけがある、喜びを見たと思います。それは綾子がこの時抱いた楽観という意志の力をこの句から感じ取ることができるからに他ならないと思います。皆さんはどのようにお読みになったでしょうか。今日の一句は、チューリップ、喜びだけを持っている、細見綾子でした。それではご検品を。